うしたのご主人様。疲れた？そうだね。ゆえちゃんたちを呼んでお茶のおかわりでももらおうか。集中してたせいかな。飲むの忘れちゃってたみたい。ご主人様？口をつけたところが一緒だなぁと思って。ねえ、ご主人様。どうせなら直接がいいな。だから直接唇同士をね。誰もいないんだからいいでしょ。貴様、一体燈花様に何をするつもりだった？もうちょっとだったのに。説明も何も見ての通り。エンヤちゃん、もしかして覗き見してたの？いえ、私はこんな公職官と二人きりでは燈花様に万が一のことがあってはいけないと思いまして。うるさい！実際手を出そうとしたではないか。まったく、少しは見直してやってもよいかと思っていたのに、結局公職官なのだな、お前という男は。燈花様？エンヤちゃん、いつの間にご主人様とそんなに仲良くなったの？は？ちょっと前みたいに怒ったからって手を出したりしなくなったよね。それに話してる時の表情も柔らかくなったし。お待ちください。何を勘違いなさっているかは分かりませんが、私は別にこんな男と仲良くなったつもりは。恥ずかしがらなくてもいいよ。エンヤちゃんにもようやくご主人様の良さが分かってもらえたんだね。ですから私はまだこやつを認めたわけではありません。それは確かに多少の気遣いはできるようですし、さほど腕が立つわけでもないのに頼もしく見えることもあります。ですが
だからといって簡単に認めるわけには。トウカ様？なんだ、そうだったんだ。分かっていただけたようですね。エンヤちゃんもご主人様のことを好きになっちゃったんだね。そうです。私もこの男のことを。はあ！そっか、道理で最近ご主人様のことを目で追ったり、名前を聞くたびにビクビクって反応してると思った。いえ、ですから違うと言っているではありませんか。何が悲しくて私がこんな男のことを。そもそも私は武人です。惚れた腫れたなどというくだらぬことにうつつを抜かす気はありません。エンヤちゃん、そんな寂しいこと言わないで。武人ではあってもエンヤちゃんが女の子だってことに変わりないんだから。女の子？私が？そうだよ。エンヤちゃんも可愛い女の子なんだから、恋をしたっていいんだよ。できれば自分から進んでしてほしいって私は思ってる。だって、人を好きになるっていうのはとても大切なことだから。女の子はね、好きな人のためだったらどんなに強くだってなれるんだよ。仮に恋というものがトウカ様のおっしゃる通りのものだとしても、私がこの男にそんな感情を抱くことなどありえません。私がお慕いしているのはトウカ様だけです。ありがとう。エンヤちゃんが本当に私を慕ってくれてることは分かってるつもりだよ。でも分かってるからこそ、それが恋愛感情とは違うってことも分かるの。ねえ、エンヤちゃん。ふとした時にご主人様のことが頭に浮かんだりしない？全然関係ない時でもご主人様のことを考えちゃったりしない？それは。多分ね、今エンヤちゃんの中でご主人様への思いが少しずつ育ってるところなんだと思う。その思いはエンヤちゃんが否定し続けたら消えてしまうかもしれない、ささやかなものかもしれない。でも、だからこそ大切にしてほしいって私は思う。さっきも言ったけど、恋する気持ちはきっとエンヤちゃんを今より強く、もっと可愛くしてくれるから。というわけだから、ご主人様、エンヤちゃんの気持ち、受け止めてあげてね。ご主人様。私は。わからない。こんな気持ちになったのは初めてだから、それが恋愛感情なのかどうかなんて。でも、トウカ様がそうおっしゃるのなら、そうなのかもしれない。大丈夫。わからないなら、私とご主人様で教えてあげるから。そんなの、
ご主人様が一番得意な方法でに決まってるでしょ。トウカ様？エンヤちゃん、心でわからないなら、体で感じてみればいいんだよ。私とご主人様で、愛されるってことがどういうことなのかを教えてあげる。だから、難しいことは考えなくていいから、ただ感じてみて。はい。どうだった？とても、すごかったです。行為自体のことじゃなくて、好きっていう気持ちを向けてもらえて、どう感じたかってことだよ。どう？心が満たされた感じがしない？まだ心がどうこうというのはわかりません。でも、胸の奥が少し暖かくなったような気はします。そう。ああ、そういえばすっかり忘れてた。すみません、私のせいで。いいのいいの、私が好きで始めたことなんだから。でも、すぐに続きをやるって気にはならないよね。じゃあ、そうしようか。ですが、もし誰かが様子を見に来たりしたら。その時は、ご主人様の悪い癖が出たって言えば、みんな納得してくれるよ。どこ？わかんないからご主人様がやってよ。いや、そうしたいのは山々なんだが、どうにも足腰がフラフラで立ち上がれそうになくて。